4時間以内に3人が死んだのだ。国連の平和維持部隊がレバノンで次々と命を落としているのだ。国連の平和維持部隊って、停戦を守るために派遣されてる部隊ですよね。なぜ死者が出ているんですか？ただの偶然じゃないですよね。偶然じゃないのだ。フランスはこれを受けて、国連安全保障理事会の緊急会合を即座に要求したのだ。中東の戦火がレバノンにまで広がり始めた今、この問題は日本の電気代やガソリン代とも深くつながっているのだ。まず、UNIFIL、つまり国連レバノン暫定軍とは何かを理解してほしいのだ。1978年から活動している世界最古レベルの国連平和維持ミッションの一つなのだ。約1万人の兵士が50カ国以上から派遣されていて、イスラエルとレバノンの国境地帯を監視しているのだ。1978年からですか。それは長い歴史ですね。でも先輩、なぜ今になって隊員が死亡するという事態になっているんですか？何か変わったことがあったんですか？そこが確信なのだ。2026年2月28日、米国とイスラエルがイランに対して開戦したのだ。これが連鎖反応を引き起こした。イランが支援するヒズボラはレバノンに拠点を持つ武装組織で、イスラエルへの攻撃を再開したのだ。その戦場の真ん中に UNIFIL の部隊がいるのだ。ここで構造を整理するのだ。第一の層、表面的な原因は戦場がレバノン国境まで拡大したこと。第二の層、その背景にはイランの最高指導者ハメネイ師がイスラエル攻撃で死亡したという事実があるのだ。第三の層、そしてその根本にはヒズボラが独自の報復行動を始めた構造的な変化があるのだ。ちょっと待ってください。イランの最高指導者が亡くなったんですか？それって、日本で言えば、どのくらいの衝撃なんですか？私、正直この話を聞いていてかなり怖くなってきました。例えるなら、天皇陛下と総理大臣を同時に失うような衝撃。それがイランで起きたと思ってほしいのだ。ハメネイ師はイラン革命から40年以上、国の精神的、政治的支柱だったのだ。その死は、ヒズボラにとって制御できる上部組織が消えたことを意味するのだ。報復行動の歯止めが外れたのだ。フランスが起こり浸透で安保理の緊急会合を求めた理由はここにあるのだ。フランスは UNIFIL に約700名の兵士を派遣しているのだ。死亡した3名の国籍は公表時点では確認中だが、フランス軍が含まれる可能性が高いのだ。自国の軍人が紛争の巻き添えになれば、国内的にも黙っていられないのだ。でも先輩、国連安保理って、ロシアや中国が拒否権を持ってますよね。緊急会合を開いたとしても、実際に何かできるんですか？それって形だけじゃないですか？鋭い指摘なのだ。確かに、安保理で拘束力のある決議を出すには常任理事国全員の賛成が必要で、ロシアや中国が反対すれば何も決まらないのだ。ただ、緊急会合には別の意味があるのだ。国際社会へのシグナル。つまり、この状況は限界を超えた、という外交的な警告なのだ。BBC はこれを国際的な圧力弁、と表現している一方、ロイターは実効性に疑問、と冷静に報じているのだ。ここで本当に重要なのは、安保理の決議が出るかどうかではないのだ。問題は、中東全体の戦火がどこまで広がるかなのだ。イランを後ろ盾とするヒズボラがレバノンから攻撃を続ければ、イスラエルはレバノンに地上侵攻する可能性がある。その瞬間、ペルシャ湾のエネルギー輸送ルートに致命的な影響が出るのだ。でもこの話、実は日本の電気代と直結しているのだ。ここまでの流れを整理すると、イスラエルのイラン攻撃が発端で、ヒズボラがレバノンから報復し、その戦場の中で UNIFIL 隊員3人が死亡、フランスが安保理の緊急会合を要求、ということですね。で、ここから日本の話になるんですか？そうなのだ。ここからが日本人として本当に聞いてほしい話なのだ。オイルプライスの報告によると、ホルムズ海峡が封鎖に近い状況となり、イエメンのフーシ派もイスラエルへの攻撃を開始したのだ。世界の原油輸送の約 20% が通るホルムズ海峡が完全封鎖されれば、原油価格は1バレル100ドルを超える可能性が高いのだ。日本のエネルギー輸入の約9割は中東に依存しているのだ。原油が1バレル100ドルを超えた場合、ガソリンは1リットルあたり約15円以上の値上がりが見込まれるのだ。月に50リットル使う一般家庭なら月750円、年間で9000円の負担増になるのだ。さらに電気代も燃料費調整額が跳ね上がり、月2000円以上の上昇が起きる可能性があるのだ。月750円のガソリン代増加に、電気代が月2000円以上、合わせると月3000円近い負担増ですか。年収が変わらない中でそれは相当きついですね。特に地方の車社会の人には直撃ですよね。そうなのだ。ECB のラガルド総裁はエコノミスト誌のインタビューで、イスラ
ラエルとイランの戦争リスクは過小評価されている。警告を発したのだ。さらに戦争が終わってもすぐに正常に戻ると思っているなら楽観的すぎるとも言っているのだ。世界最大の中央銀行の一つのトップがここまで強い言葉を使うのは異例なのだ。私、一つ思うんですけど、日本政府はこの状況に対して何か手を打てないんですか？ただ値上がりを受け入れるだけじゃなくて、例えば戦略石油備蓄の放出とか、中東以外のエネルギー調達を急ぐとか、できることがあるんじゃないですか？いい視点なのだ。日本は国家備蓄として約145日分の石油を持っているのだ。短期的なショックには対応できる。ただ問題はホルムズ海峡封鎖が長期化した場合なのだ。代替ルートはアフリカ周りで輸送コストが跳ね上がり、LNG 調達も困難になるのだ。 OECD はこの戦争で米国のインフレが 4.2% まで上昇する可能性を予測している。円安が進めばさらに日本の輸入コストは膨らむのだ。冒頭で話した24時間で3人の UNIFIL 隊員が死亡したというニュース。これは単なる中東の遠い話ではないのだ。レバノンの戦場で倒れた兵は一部隊の死がホルムズ海峡の緊張を高め、原油価格を押し上げ、来月の日本のガソリン代や電気代に直結する連鎖を引き起こしているのだ。これがグローバル化した世界の現実なのだ。ではこれからどうなるかのだ。シナリオ A は外交解決ルートなのだ。安保理の緊急会合が突破口になり、停戦交渉が進む。原油は80、90ドル台で安定し、日本の家計への影響は限定的になる。シナリオ B は拡大戦争ルートなのだ。イスラエルがレバノンに地上侵攻し、ホルムズ海峡が長期封鎖、原油100ドル超えが常態化し、日本のインフレが加速する。タイムリミットは今後1、2ヶ月なのだ。僕の正直な見立てを言うのだ。フランスが安保理を動かそうとしている姿勢は重要だが、外交的解決への道は非常に険しいと思うのだ。なぜなら、ヒズボラの行動を制御していたハメネイ師が不在になった今、誰が止めるのかという根本問題が残っているからなのだ。楽観的なシナリオを期待しつつも、シナリオ B への備えを今から考え始めることが現実的だと思うのだ。ずんだもん先輩、1ヶ月後にこの状況どうなってると思いますか？外交解決に進むか、さらに拡大するか、ズバリ予測してもらえますか？視聴者の皆さんもコメントで教えてほしいです。正直なところ、今後30日が決定的な分岐点になると思うのだ。外交解決か、拡大戦争か、コメントで君の予測を教えてほしいのだ。B だけでも大歓迎なのだ。チャンネル登録と高評価もしてくれると嬉しいのだ。次回はこの戦争で急騰する原油価格が日本の産業と円相場にどう影響するかを深掘りする予定なのだ。お楽しみに。